ごめん。介護でお金がないから結婚できないんだ。その言葉に彼女は凍りついた。二人の未来を阻んだのは愛情の不足ではない。親の介護費という重すぎる現実だった。彼は30代の会社員、同僚たちからも結婚はいつと冷やかされ、彼女とも式場を下見し始めていた頃だった。だが突然の知らせが届く。母が倒れ、要介護2と診断されたのだ。歩行や入浴には介助が必要。一人での生活はもう難しいと告げられた。施設やサービスを探し、ケアマネージャーと面談、入所までは数週間から数ヶ月の調整が必要だった。心配かけてごめんね。老犬、介護老人保健施設の利用料、多床室なら月8万、13万円前後。ユニット型個室や条件次第では20万円を超えることもある。母の年金はわずか7万円、不足する8万円を彼が払うしかなかった。結婚資金に積み立てた口座も残高は空に近づいていく。母を見捨てるなんてできない。でも僕の未来は。仕事を終えて帰宅しても休む暇はなかった。夜は母の世話、休日は病院や施設を往復する日々。友人との飲み会も彼女との時間も少しずつ失われていった。俺は関わらない。母さんのことはお前がやれ。金も時間も出せない。うちだって住宅ローンと子供の教育費で精一杯だ。兄弟から帰ってきたのは突き放す言葉だった。親の介護は子が見るもの。その一言が彼の肩にさらに重くのしかかった。ある夜、布団の中で母は声を震わせた。ごめんね。私のせいであんたの人生を壊してしまって。その涙は彼の心を締め付けた。親を思う気持ちと未来への焦りが交錯する。式場も指輪もいらない。ただあなたと一緒に行きたいの。君まで巻き込みたくないんだ。母を守るのは俺の責任だから。その言葉に彼女の笑顔はゆっくりと消えた。支え合いたいと願う気持ちさえ制度の壁に押しつぶされていく。介護保険制度では自己負担は1、3割。だが対象外の費用も多い。食費、居住費、光熱費。積み重なれば月に15、20万円。有料老人ホームではそれ以上になる。要介護区分が一つ上がると利用できるサービスが増える反面、自己負担は月数千円単位で増えることが多い。3割負担や加算が重なると月2万円前後の増額になる場合もある。そして高額介護サービス費の上限は介護サービスの自己負担にだけ適用。食費や居住費には効かない。その冷たさが家計を直撃する。さらに2025年8月からは老犬の一部多床室で月8000円相当の室料が新設され、負担は一層重くなっている。休日、彼女と出かけた帰り道、彼の携帯が鳴る。施設からの連絡、至急来てください。彼が青ざめた顔で立ち去ると、彼女はただ黙ってその背中を見つめるしかなかった。愛を選べば母を見捨てることになる。母を選べば愛を失う。二人の間に深い沈黙が流れた。申請すれば高額介護サービス費制度や負担限度額認定で負担を減らせますよ。しかしその制度を知ったのは遅すぎた。制度の存在を知らなければ手続きは進まず、未来は簡単に崩れてしまう。例えば
高額介護サービス費制度、所得に応じて自己負担の上限が24,600円までに抑えられる場合もある。ただし、申請が遅れても原則2年までは遡って払いすぎ分を取り戻せる。負担限度額認定、補足給付では資産や収入が一定以下なら食費や居住費の自己負担が軽減される。資産要件は単身1000万円以下など段階的に設定され、650万、550万、500万円などの上限もある。また、高額医療、高額介護合算制度を使えば、1年間にかかる医療と介護の自己負担を合算して、一定額以上は払い戻される仕組みもある。だが、それを知らずに払い続ければ、貯金は消え、人生の選択肢も消えていく。私との未来は、ないの。母を守りたい。でも、君を不幸にしたくないんだ。二人の間に言葉は消え、静かに涙だけが流れた。親の介護費で結婚を諦めた若者がいる。制度を知らなければ、人生はあまりにも簡単に壊れてしまう。正しい知識があれば、守れる未来もある。けれど、それを知らなければ、愛も希望も失われてしまう。あなたなら、親の介護と自分の未来、どちらを選びますか？